おはようございます。たかしです。本日は7月14日木曜日、ただいま6時21分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足です。昨日の日足は上髭陽線となっております。結果的にはこの三角持ち合いの中の下限付近で今動いているところですね。で、昨日上髭も比較的長いというところで、ここのところ下落から一旦陽線2本で上昇、そして陰線2本で下落、そしてまた昨日陽線というところで、行ったり来たりしているというそんな印象です。三角持ち合いの中にはあるんですが、その下限付近、そしてこの GMMA に上値を抑えられての上昇したいけどでききれない、そして下落したいけれどもこの三角持ち合い下限がありますので、下落もしきれない、そんな印象ですね。現在はここで分かりにくい値動きで、だんだんこの中でさらに三角持ち合いみたいな小さな感じで値幅を狭めてきておりますので、だんだんと分かりにくい動きになってきている、そんな感じがします。ストキャスティクスも中途半端、マック D に関しては下落モメンタムがそろそろ消えそうっていうところなんですが、これもここから上昇できるのかっていうと、ストキャスティクスの形も微妙ですし、まだ上昇できなさそうな感じ。そして昨日も上髭で、この辺上髭が出てるんですよね。昨日にしても月曜日にしてもこの辺上髭が出ているゾーンですので、やはりこの辺は上値が重い。そして、実体ですね。昨日のローソク足の実体っていうのは結局、一昨日の実体を超えられていないんです。ですので、その辺も少し怪しいなっていうところですね。やっぱり上がったら売られて、下がったら買われてっていうのを今繰り返してますので、短く利確していくのがいいかなというふうに考えてます。ただ、基本的にはまだもう少し下を試すんじゃないのかなというふうにも見えます。ちょっとこのままでは上がりにくそうですので、一度下に触れてから上昇とか、一度上に触れてから下落とか、そんな感じの動きを見せてこないと、ここから動くのが難しそうに見えますので、もう少し値幅を小さくして値動きが小さくなるのか、それともどちらかに大きく触れるのか、それを今は待ちたいところですね。で、一応思っているのがここですね。この白のボックスの下限160円、もしくはこの水色の平行チャンネルの下限の158円ぐらい、この辺を下落目処として見ているので、その辺ぐらいまで下げてくるんじゃないかと見ております。現在は三角持ち合いの下限にありますので、ここに張り付いている状態なので、やはり何かのきっかけでは下抜けるんじゃないかと思ってます。そして下抜けた時はそこからの戻しを待ってからの下落で、この三角持ち合いの支点ですね。この辺、これが158円付近ですので、その辺ぐらいまでの下落を見ていきたいところです。では4時間足です。昨日は地利高っていう感じですね。上昇はしているんですけれども、上値も重い。上髭が結構出てるんですよね。そしてこの黄色のゾーンの中に今入ってきていますが、この辺は上値が重くなるところというところです。日足も方向感はないんですが、4時間足 GMMA は横向きですので、こちらも方向感がありません。で、この辺でまた小さく三角持ち合いのようにも見えてきます。で、今のところ高値は切り下げてきてまして、安値は切り上げてますので、やはり値動きがだんだん狭まってきている感じではありますね。なので本日この辺だんだん小さくなって上抜けるのか下抜けるのかっていうところです。今はこの水色の平行チャンネルの真ん中あたりにありますので、一旦上を目指すのか、それとも下を目指してくるのかというところを見たいところですが、今はだいぶ難しそうですので、無理にトレードはする必要はないとは思ってます。ストキャスティクスも一旦高値まで来てくれると綺麗に下げたんでしょうけれども、今中途半端なところで下向きになってきかけてます。で、MACD は方向感がありませんというところで、4時間足単位でも、方向性が分かりにくい、そんな感じですね。そしてここから下落するのであれば、この辺、この黄色のラインの延長線上、これが先ほど日足で言ってました158円付近になるんですが、その辺を目指して下落するのか。そして上昇してくる場合はこの紫の点線ですね。ここが1時間足の目線切り替えポイントと考えてますので、一旦は 165.277、165.3 付近ですね。この辺を目指して上昇する。で、ここを抜けてくると、この水色のラインぐらいまで上昇してくるとは考えますけれども、一旦この辺が目処かなとは考えてます。では1時間足です。
1時間足ではこのように上昇トレンドを描いていたんですが、ここの平行チャンネルを下抜けで、もう一段下の、平行チャンネル内に入ってきた、そんな感じですね。平行チャンネルは描いていないんですが、ここの、ゾーンから次もう一段下のゾーンに入ってきた、そんなイメージですね。現在も上昇トレンドを小さく描きながら上がってはいるんですが、やはりこの黄色のゾーンが意識されてきてますよね。で、昨日言ってました戻り高値、こことかこことか、この辺が要所要所で意識されるかもしれませんねということを言ってまして、で、やはりその辺である程度は引っかかってるんですよね。CPI の発表があったので、この辺大きく触れてますけれども、ここでは今、3損になるのかなというような感じで、ここの上髭気になりますね。昨日の上髭。この大きな陽線の上髭、そして次の陰線の上髭で、ぴったりで同じところで止められています。それがこの高値付近ですよね。ちょうどこの3損の左肩が意識されているのがわかります。で、一応価格ラベルを貼っておきますが、164.117。このあたりが本日上昇してきても再び意識されるポイントかなと考えます。ですので、4時間足、日足ともに方向感がありますので、分かりにくい動きをしてくるとは考えます。そして高値も少し切り下げてきてます。安値も切り上げてますので、だんだんと値幅が小さくなってくる可能性もありますが、今のところは小さく15分足レベルでは上昇トレンドを描いてますので、小さく押し目買いで取っていくのもありかとは思いますが、昨日の高値付近はここは戻り売りポイントになってくるとは考えますので、この辺まで上昇してきたところではまた再び、下落の圧力がかかるのかなと。そしてこの黄色のゾーン、この辺に来たところではまた、再び買い圧力が強まってくるのかなというところで、このレンジですね、164円手前から162円ぐらい、この辺でのレンジで動く可能性。ただ値幅が小さくなると考えると、さらにその中で小さくなってくるとは思いますので、その辺は注意したいところ。あまり値幅が小さくなりますと、ただただ、疲弊するだけですので、無理なトレードは控えた方がいいかなと思ってます。なので今日はあまり、分かりにくい動きをしそうですので、もう少し様子見でもいいのかなとは考えてますので、今日、明日は金曜日ですので、この2日間ぐらいは様子見して方向性を見出していってもいいのかなとは考えてます。一旦大きく下落してくるとそこからのロングを狙いたい。逆に一旦大きく上昇するとそこからのショートを狙いたいとは思いますけれども、それが本日起こってくればエントリーチャンスはあるのかなとは考えますが、今のこのじりじりと動いている状態では、トレードがしにくくなると考えますので、もしするなら5分足とか15分足とか、そのくらいのレベルでするのがいいのかなと思ってますが、どちらにしても無理なトレードは避けた方がいいかもしれませんね。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。